皆様ごきげんよう、長官夫人です。今回の動画から今年の春のバンコク旅が始まります。到着後、まず挑戦したのは空港からホテルまでの電車移動です。この動画ではスワンナクーム空港から今回宿泊するシーナカリンのホテルまで電車だけで移動した時の様子をお届けします。これまでタイに到着した後は毎回空港送迎を予約して移動していました。ですが今回はホテルが駅の近くだったので、私たちでも電車で行けるのではと思い、初めてチャレンジしてみました。とはいえ、私たちはそれぞれに大きなスーツケースを持った両夫婦2人旅。Google マップを見ると途中の乗り換えもなかなか大変そうです。果たして無事にホテルへたどり着けるのでしょうか。ぜひ最後まで見届けてやってください。スワンナクーム空港に到着しました。まずは空港駅へ向かいます。到着フロアから空港駅を目指してどんどん下へと降りていきます。駅のフロアにたどり着きました。空港駅の改札裏にはレートの良い両替所があるので、まずはこちらで両替。以前より売り場が増えていて、少し配置も変わっていました。この辺りが新しく増えた両替所のエリアです。いくつかの両替カウンターがありますが、日本円のレートは毎回同じ。でも、米ドルなど他の通貨は若干差があるようなので、時間に余裕があれば見比べてみるのも良いかもしれません。この奥にあるのが以前からおなじみの両替所エリアです。結構奥の方にあるので、もしかしたらレートが良いかもしれないと思い覗いてみました。ですが先ほどの両替所と同じレートでした。こちらが空港鉄道のエアポートレールリンク。改札はクレジットカードのタッチ決済で入場。切符を買わなくて良いのでかなり便利になりました。ここから乗り換え駅のフアマーク駅まで向かいます。フアマークまでは3駅。時間にして14分です。電車に乗る頃には外はすっかり真っ暗。乗り換え時の不安が増してきます。そしていよいよ問題の乗り換えです。Google マップで見た時からここが少し不安でした。タイ国鉄の線路をまたいで行かなければなりません。少し不安を抱えながら進んでいきます。まずは改札の端にあるエレベーターで下に降ります。
改札を出ると案内表示がありましたので、それに従って進みます。どうやらさらに下へ向かうようです。階段の横にエレベーターがありましたので、こちらを利用します。さあ、ここからが問題の駅間の移動です。踏切まで進み、左へ曲がります。この辺りは思ったよりも明るく、路面も悪くありません。こちら側にも通路があるのですが、皆さんが線路沿いを歩いていたので、私たちもついていくことにしました。ところが、これが大きな間違い。こちら側には結構な段差がいくつもあり、車が行き交う中を進むことになりました。大きな荷物を持っていると、なかなかの重労働です。少し遠回りでも、あちらの通路を通っていればもう少し楽だったのでしょう。飛行機を降りたばかりの体には、少しこたえます。さあ、いよいよ踏切が近づいてきました。皆さんフェンスの隙間を抜けていますが、先ほどの反省を踏まえ、横着せずに、私たちは踏切から渡ることにしました。車の往来も多く、なかなか緊張します。線路の溝にスーツケースの車輪が引っかかり、一苦労。
悪戦苦闘の末、どうにか渡りきることができました。私には少々手強い乗り換えでしたが、夜でも周囲は意外と明るくて、なんとかなるレベルではありました。荷物が少ない方なら、それほど難しくない乗り換えかもしれません。難所の踏切を越えれば、あとは駅までスカイウォークが続くのでスムーズです。少し距離はありますが、先ほどと比べれば随分と楽です。イエローラインのフアマーク駅に着きました。この辺りまで来るとかなり安心感があります。こちらでもクレジットカードで乗車ができて便利です。タッチする場所は自動改札ではなく、カウンターの脇にありました。今回の旅で最初に宿泊するホテルは、スワンルワンラマ級駅のルーメンバンコクシーナカリン。以前にも動画に上げたホテルです。駅の目の前にあり、バルコニーでゆっくり喫煙できるところが気に入っています。フアマーク駅から4駅、9分で最寄り駅へ到着。最寄り駅はスワンルアンラマ級駅です。駅に到着しました。改札を出ると目前にホテルが見えています。これで一安心かと思いきや、最後にもう一踏ん張りありました。駅からホテルへ向かう出口が、最後は階段のみ。エスカレーターはありますが、上り専用でした。エレベーターはだいぶ離れた出口側になります。フアマーク駅での乗り換えよりも、この階段の方がずっと大変でした。大きな荷物を持っている方は、ここは注意が必要かもしれません。
今回実際に移動してみた感想ですが、若い方や荷物が少ない時ならかなり便利だと思います。一方で大きなスーツケースを持った年配夫婦には正直なところだいぶハードな移動でした。とはいえ自力でホテルへたどり着いたという達成感はかなりありました。無事に到着して一安心です。こちらのホテルの模様は次回の動画で。以上、旅の一幕でした。続いて次の一幕をどうぞ。次回はルーメンバンコクシーナカリンをご紹介。以前利用してかなり気に入ったホテルなのですが、今回はなんと2ベッドルームのお部屋やアップグレードを。広々としたお部屋に快適な滞在、そして何よりバルコニーで喫煙可能。愛煙家にはかなりありがたい環境でした。次回もお楽しみに。